N さんという年配の女性が体験した話です。彼女は近所でも評判の明るい女性でした。誰とでも分け隔てなく挨拶はするし、おしゃべりはするしで、みんなからも好かれていて、ちょっと買い物に出れば知り合いがいて話が盛り上がり、魚や肉や八百屋、馴染みの店でもまた話し込む。帰ってくるのがずいぶん遅くなるなんていうことはしょっちゅうだった。その彼女、面倒見がいいところもあって、外に出た時は家に入る前に必ずすることがあった。それは向かいの家を覗くこと。向かいの家には男性が一人で暮らしている。その男性、何ヶ月も前に事故で家族を亡くしていた。それがショックで仕事を辞めてしまい、日がな一日縁側でぼんやりしている。それを心配して必ず家に入る前に庭を覗いて、男性がいたら声をかけるようにしていた。でや、仕事見つかったんかいな。あんたも一人なんやからな、自分のことは自分で安生せなあかん。ほなな。そんな感じで一言声をかけると、男性は困ったように笑ってペコリと頭を下げる。別に嫌がっている様子はなかった。その日も N さんは買い物を済まして家まで帰ってきた。中に入る前に向かいの家を覗いてみる。いつものように縁側に男性がポツンと座り込んでいたので、こんにちは。どや、あんたちゃんと料理とかしてるんかいな。男一人やからってサボったらあかんで。ご飯ちゃんと食べなな。元気出えへんわ。ほなな。男性はいつものように困ったような顔をして笑みを浮かべ、ペコリと頭を下げた。N さんは買い物袋をぶら下げて家に入り、台所へ行って冷蔵庫に買ってきたものをしまっているとき、インターホンが鳴った。出てみると警察官が立っていました。すいません、ちょっとお尋ねしますが、向かいの家の男性と最後に会ったのはいつかと聞かれた。なぜそんなことを尋ねてくるのか分かりませんでしたが、いつも何も今買い物から帰ってきた時に話したばかりだ。すると警察官は首をかしげながら、いや実は今から何ヶ月も前、ここからずいぶん離れた公園で男の人の遺体が見つかった。その人は身元が分かるものが何もなかった。ところが最近になってひょんなことから、その身元不明の遺体、向かいの家の男性だということが判明したのだという。そんなはずはない。何ヶ月も前といっても毎日のように自分は声をかけている。もしかしたら姿が変わっているかもしれませんが、ご遺体の写真です。そう言って見せられたその写真、確かに様子は変わっていましたが、向かいの家のあの男性で間違いありませんでした。警察官は N さんの話もあるので、本当に向かいに誰も住んでいないかどうか確かめに行こうということになる。 N さんもついていきました。玄関の鍵はかかっていたので庭に行き、窓から中を覗く。男性の姿を確認することはできませんでしたが、ただ家の中はもぬけの殻で、とても人が生活しているような雰囲気はありませんでした。 N さんは男性が亡くなっていたと分かってからも、つい癖で外から帰ってきた時、向かいの家を覗いてしまうことがある。今でも時々縁側に座っている。だがその表情はもう笑ってはいない。H さんという男性がある休みの日、京都にある母親の墓参りへ行きました。その帰り、日が落ちてから居酒屋で一杯やって、少し遅い時間に店を出た。家路について電車に乗り、揺られているうちに夜風に当たりたくなってきました。途中下車したのは知らない駅。家まではまだ距離がある。大体の方角は分かりますし、大通り沿いならタクシーも拾えるだろうと酔いざましに歩き始めました。
ところが酔っていたこともあって、気がついたら大通りから外れて込み入った住宅街にいる。どこだこれと進んでいくんですが、大通りに出ることができない。その時、シャンシャン、かすかに鈴の音が聞こえることに気がつきました。音はずっと鳴っている。一つの鈴ではなく、小さな鈴がいくつも同時に鳴っているような。神社の巫女さんが舞を舞う時にこんなの持ってるよなと思いながら歩いているうち、じゃあ寝静まった深夜の住宅街で一体誰がそんなものを鳴らしているのかと興味が湧いてきました。音がする方へ歩いていく。徐々に大きくなっていく。あともう角一つというところまで来ました。曲がった先にいたのはひょろりと背が高い男が一人。黒い喪服を着ていて、腕を頭の上に持ち上げて振っている。その度に鈴の音がする。しかし男は拳を握っているだけで何も持っていない。何も持っていないのに鈴の音が鳴り響いている。ふと男の顔に目がいった。その目には黒目がなかった。真っ白い目で門の方を見ながらシャン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 。その様に気がついたら H さんは走り出していました。今来た道を無我夢中で走っているうちに、どこをどう抜けたのか大通りへ出て、たまたまやってきたタクシーを止めて家に帰ることができた。後になって思い返してみれば、あの鈴の音はかなり大きかった。にもかかわらず、あの住宅街、誰一人明かりもつけず顔も出さず、本当に人が住んでいる場所だったんだろうか。どこだったのか目星だけでもつけようと地図を調べてみたんですが、降りた駅すらわからなかった。あの時自分はもしかしたら妙な場所に紛れ込んでしまったのかもしれないとおっしゃっていました。ケンさんという男性が20代の頃、彼女と一緒に旅行に行くことになった。2人ともまだ若かったので子供のように楽しみました。昼間観光地を巡って日が落ち出すと予約していた宿に向かうことにする。そこまでは順調だったのですが、着いたホテルの外観、見た目がまずかった。とても古い建物でボロボロの外壁。それもそのはず、ケンさんは予算が少なくて旅行会社で紹介された格安の宿を何も考えずに選んでいたからでした。ちらりと横目で見ると、彼女も明らかにがっかりした表情。受付でチェックインをしてキーをもらい、どうか部屋の中は外観よりもマシでありますようにと祈りながらドアを開け、恐る恐る覗いてみた。予想よりも全然きれいな部屋でした。ドアから長めの廊下が続いて、途中バスルームとトイレ、その先に部屋があってベッドが2台並んでいる。思ったよりも広いし清潔な部屋だったので、ケンさんも彼女も安心しました。そして夜、妙な物音でケンさんは目を覚ました。その音は何かを引きずるような音。部屋の入り口、廊下の方からベッドに近づいてくる。ずーっずーっずーっ。誰かが部屋の中に入ってきた。彼女がトイレに行き戻ってくる音かとも思ったんですが、壁を向いて寝転がっているケンさんの背中にもう一つのベッドで眠っている彼女の気配がする。
では一体誰なのか。ケンさんはぐっと目を閉じて動かず、眠っているふりをした。ずー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 ゆっくりと近づいてくる。そして音がケンさんのベッドで止まった。何者かの息遣いがする。間違いなく誰かがケンさんの足元、ベッドの脇に立って見下ろしているのがわかる。怖い。お願いだからどっか行ってくれ。頼む頼む。そのうちその何者かが動き出した。さっきと同じように足をすりながらゆっくりと隣のベッドに移動していく。足を止め、今度は彼女を見下ろしているようだった。怯えるケンさんをよそに、音は再びこちらの方へ戻ってくる。しばらくしてまた彼女の方に行く。ケンさんと彼女のベッドを何度も何度も往復する。どのくらい時間が経ったか。音は廊下の方向、ドアに向かって移動を始めた。ずー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 。そして部屋はシーンと静かになった。ケンさんは、よかった、やっと消えてくれた、よかったとため息をつく。まだ怖かったんですが、そのまま眠ることにしました。すると真横のベッドで眠っていると思った彼女が震えた声でケンさんを呼んだ。ケンちゃん、ケンちゃん、起きてる。その途端廊下の方からバタ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 、足音が迫ってきて、ドンとベッドの上に何かが乗る。驚いてパッと目を開けると、目の前に全く見知らぬ女がいて、そいつがぐーっとこちらを覗きながら、あなたケンって名前なのね。気がつくとホテルの外にいました。ケンさんも彼女も二人とも息を切らせて震えている。女が声をかけてきた瞬間に悲鳴を上げてベッドから飛び起きたはずだったんですが、恐怖のあまり逃げている間の記憶がない。そのまま外で過ごし、朝になって荷物を取りに部屋へ戻った時には何も異常はありませんでした。あの部屋は以前何かあったんでしょうか。そうフロントにいるホテルマンに尋ねてみた。するとその人はにっこりと微笑んで、お客様がお泊まりになった部屋は格安ですから、安いなりの理由がございます。それを聞いたケンさんたちはすぐにホテルを後にしたということです。格安の部屋、過去に何があったのか全く見当がつかないとケンさんはおっしゃっていました。C さんという女性が体験した話です。ある夜、彼女は彼氏と一緒に一つのベッドでゴロンと横になっていました。夕食にお酒を飲んだせいで彼はすぐにいびきをかき始める。C さんはまだ眠くなかったからそのままテレビを見ていました。しばらくして彼女のすぐ横ベッドの脇にふっと誰かが立っている気配が現れた。部屋のドアが開いたわけでも足音が近づいてきたわけでもない。突然そこに現れたという感じ。彼女はなんとなくそっちは見ちゃいけないと思った。そのまま無視をしてテレビを見ていました。しかし気配はいつまで経っても消えない。とうとう気になってちらりと見てしまう。
彼女の顔のすぐ横に赤い花柄のスカート、そしてそこから伸びる足が見えた。女の子のものでした。見た途端にゾクッと寒気が走って、彼女は視線をそらして顔を伏せる。そのまま寝たふりをしました。しばらくしていつの間にか本当に眠ってしまう。目を覚ますと朝になっていました。部屋に女の子の姿はなかった。ただ、その時見た赤い花柄のスカートが妙に印象的だった。それから何日かして、彼女は実家に帰った時に母親にあの夜の話をした。母親は興味深く聞いてくれて、それ女の子？多分スカート履いてたから。どんな柄？赤い花柄の。赤い花柄。そう言いながら立ち上がり部屋の奥へ、すぐに戻ってきたが、その手には写真立てが握られていた。これじゃない？確かにその写真には赤い花柄のスカートが写ってる。ああ、そうそう、これ。そこまで行ったところで、あれ？その写真に写っていたのは、まだ小学生の C さんだった。F さんという男性がある夜、近所のコンビニへ行きました。買い物を済ませて店を出る。家に向かって歩いていたのは狭い商店街の道でした。車が1台通れるぐらい。遅い時間ですから、どこも閉まっていてシャッターが降りている。道の先からバイクが1台やってくるのが見えた。かなりスピードを出している。危ないなと思い、道の脇にどきました。背中をシャッターにつけるような形で足を止める。ほどなくして、バイクが近づいてくる。目の前に現れたのは、誰も乗っていない無人のバイク。驚いて声が出る。彼の前を通り過ぎたと思ったんですが、ぐんと向きを変えてこちらに突っ込んできて、避ける間もなく、ガーッと、男性とシャッターにぶつかり、ものすごい衝撃と音、意識が飛んでしまいました。気がついたら病院でした。右足が折れていた。その夜は入院ということになる。翌日、病室のベッドで横になっている彼のもとへ、警察が事情を聞きに来た。彼に話せるのは、無人のバイクが突っ込んできたということ。自分でもおかしなことを言っていると思う。だが、警察は笑うでも怒るでもなく、とため息をついた。何でも、彼が運ばれた後、現場検証と、集まった人たちに何を見たかを尋ねて回った。その中でいくつか無人のバイクが走っていたというものがあったらしい。バイクの持ち主は入院中。事情がわからなくて警察でも困っているということでした。ほどなくして彼は退院自宅療養ということになる。不便な生活が始まってある時のこと。インターホンが鳴って誰かが訪ねてきた。ドアを開ける。見知らぬ男性が立っている。首に大きなギブスを巻いていて、彼の顔を見るなり、すみませんと謝った。突っ込んできたバイクの持ち主でした。事情を聞くためにとにかく上がってもらう。彼によれば、こんな話だった。あのバイクは、中古で最近買ったもの。それが嬉しくてとにかく走らせるために毎夜出かけていた。どこかに行くという目的ではない。走ることが目的。その夜も近くの道を走っていて、信号に引っかかってブレーキをかけて止まる。ドッ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 。アイドリングするその振動音もまた心地いい。ほどなくして信号が青に変わり、アクセルをゆっくり回して進み始めたところで、バキッと大きな音が響いてきた。それは外からではなく、
体の中から同時に激痛が走る。首を押さえてハンドルから手を離してしまい、バイクから落ちてしまった。バイクはそのまま一人で走り去ってしまう。痛みで動けないところをたまたま通りかかった人が救急車を呼んでくれて病院へ。精密検査の結果、首の骨が砕けていました。医師によれば、バイクから落ちた影響で骨が折れたんだろうということでしたが、彼からすれば全くの逆。首の骨が折れたからバイクから落ちた。その話を聞いても F さんはにわかには信じられませんでした。なぜなら自分が跳ねられたところと男性が落ちたというその交差点、距離がありすぎる。しかも直線ではない。バイクが勝手に走ったとしても途中2回は曲がらないとたどり着けない。そんなことできるだろうか。そこまで考えた時にあの夜のことが思い浮かんだ。あのバイク、目の前を通り過ぎていって突然こちらに向きを変えた。まるで見えない誰かが乗っていてハンドルを切ったように。もしかして自分は誰かに恨まれているんだろうか。中古のバイクということでしたから、前の持ち主との間にそんな関係があったのか。しかし F さんはバイクを突っ込まれるほどの恨みを買った覚えはないとおっしゃっていました。Y さんという男性がまだ幼かった頃の話です。彼にはお兄さんが一人いて、いつも仲良く一緒に遊んでいました。天気がいい時は外に出て公園まで行ってブランコに乗ったり鬼ごっこをしたり、雨が降っている時は家の中かくれんぼをしたりゲームをしたりして遊んでいた。ただ Y さん、家の中で遊ぶとき少し避けている場所がありました。それは仏間だった。仏間には仏壇が置いてあって、亡くなった祖父の位牌がある。おりんやお香、ろうそくもありましたが、そのろうそくついているところを見たことはありませんでした。というのも、幼い子供がいるから危ないという理由で火は使わないようになっていた。ですからろうそくは置いてあるが、マッチやライターは仏壇にはなかった。薄暗い仏間、そこに置かれた火のついていない仏壇が妙に気味が悪くて、できるだけ近づかないようにしていた。そんなある日のことでした。兄と二人で家で留守番をすることになった。しばらくゲームをしたりして遊んでいたんですが、そのうち兄がどこからかライターを手にして戻ってきた。そして仏間のろうそく火つけてみようか、そう言われてドキッとしました。別に火をつけたからどうなるというものでもない。親からしてはいけないと言われたらしたくなるという子供ながらのいたずら心でした。二人仏間まで行って仏壇の前、明かりがついていないから薄暗い。兄がライターを取り出して火をつける。その火をゆっくりとろうそくに近づけました。すぐにろうそくに火がついて、仏壇がポッとオレンジの光で明るく照らされた。初めてろうそくがつくところを見ました。二人火を眺めているうちに、突然仏壇の中がわっと真っ暗になった。火がついているにもかかわらず、全く照らされることなく黒い穴が開いたようになる。二人が驚いて見つめる中、
その真っ暗な闇の中に白いものが浮かぶ。それは手でした。ただその手は肉が一切ない骨の手だった。それがゆっくり暗闇から前に進んできて、燃えているろうそくの火をつかんでじやっと消してしまう。そしてゆっくり暗闇の中へと戻っていった。途端に手が見えなくなってスーッと闇が晴れて、二人が見ている前にはいつもの薄暗い仏壇があるだけでした。手が見えなくなった後、二人はガタガタと震えながら仏間から逃げ出した。いたずらをしていたわけですから、親に言うこともできず、結局自分たちが見たあの恐ろしいものが何なのかはわからないままだった。ただそれから随分経ってろうそくをつけない本当の理由を親に教えてもらったことがありました。実は祖父は火事で亡くなっていた。火事で亡くなった祖父が火を嫌がるからというのがろうそくをつけない本当の理由だったということです。王さんというサラリーマンの男性が体験した話です。ある朝、いつものようにベッドで目を覚ました。起き出して洗面所へ行き顔を洗う。そこでふと右腕に目がいった。内側に小さな傷ができていました。まっすぐ赤い線がついている切り傷だった。まだ少し血がにじんでいる。どこで切ったのか心当たりはなかった。別に痛いというわけでもない。絆創膏を貼って特に気にせず出勤しました。次の日の朝、ベッドで目を覚まし洗面所へ行って顔を洗っている時にまた右腕に目がいった。新しい傷がついていました。昨日と同じ小さな切り傷、少しだけ血がにじんでいる。絆創膏を貼りながら、もしかして布団に何か針か硬いものが紛れ込んでいるのではないかと思った。寝る前には傷はなかったわけだから。念のため確認してみましたが、掛け布団にもマットレスにも針のようなものは見つかりませんでした。その翌日、ベッドで目を覚ます。すぐに右腕を確かめてみる。絆創膏が一つ二つ、新しい傷が一つ。肌が荒れていて赤切れのようなことになっているのかとも思いましたが、どうも違う。それにしては切り口がきれいだった。それから毎朝一つずつ必ず右腕に小さな切り傷が増えていく。さすがにおかしいと思いました。絆創膏だらけの腕を見ながら、そのうち病院へ行こうと思いました。そんなある日、会社へ出勤して昼になり、食堂で同僚と2人ご飯を食べていました。いろいろと仕事の話をしているうちに、そういえばさ、お前後輩のことずいぶんしごいてるみたいじゃないか。確かに同僚が言うように出来の悪い後輩が一人いて、毎日のように叱っているのは事実だった。だが厳しいとは思わない。ミスをしないように育てているつもりだった。すると同僚が、いや愚痴なのか相談なのかわかんないんだけどさ、この間その後輩の子こんなこと話しててさ、そう言って聞かせてくれたのは次のような内容だった。その後輩、夜眠ると毎晩必ず同じ夢を見る。どこかわからない場所にいて、その場所には
なぜか王さんが眠っている。そばに行くとメラメラと怒りのようなものがこみ上げてきて、自分の手にはいつの間にかカッターナイフが握られているから王さんの腕に切りつけてしまう。そんな夢を毎晩見るというのだ。あの後輩ずいぶんストレス溜まってんじゃないのか。同僚の話を聞きながら王さんはじわりと汗が吹き出てくるのが分かりました。右腕は今絆創膏だらけになっている。だがその話を誰にもしたことはない。食事を終えて一人になるとその後輩のもとへと走っていきました。彼の前まで行って「おい」そう言って王さんはワイシャツをまくって腕を見せる。これお前か。絆創膏だらけの腕を見て後輩は真っ青になってガタガタと震えていた。すぐに申し訳ありませんでしたと頭を下げたそうです。彼が夢を見たことがなぜ傷をつけることにつながったのかは分かりませんでしたが、それからしばらくしてその後輩は会社を辞めてしまった。彼がいなくなった後、使っていた机の引き出しからは刃が赤黒く錆びたカッターナイフが一つだけ出てきたということでした。サラリーマンをしている若い男性が体験した話です。ある夜、仕事を終えて一人暮らしをしているマンションの部屋に帰ってきました。疲れていたのですぐに着替える気にもならず、スーツのままソファーにどかりと腰を下ろす。そのままぼんやりテレビを眺めていました。しばらくしてちらりと時計に目をやった。そういえば男友達が夜中に電話すると言っていたことを思い出した。電話を待つ間、ビールでも飲もうと立ち上がったところでテーブルの上に置いた携帯が鳴った。手に取ると画面には非通知と出ていた。不思議に思いながらもしもしと応答する。聞こえてきたのは男友達の声ではなく女の声だった。苦しそうなうめき声。一瞬何のことかわからなかったがすぐにピンときた。友達がいたずらをしているんだ、そう思った。もしもし。いいってそういうのも。なんか用だったんだろ。どうしたの。声をかけるが友達は返事をしない。何も言わずにうめき声が聞こえてくる。仕方がない。分かったってもういいから。そんな苦しいんだったらさ、病院でも行かないと死んじゃうんじゃないの。そう言って返事をした途端にぷつりと電話が切れた。一体何だったのか。その時部屋のインターホンが鳴った。こんな遅い時間に訪ねてくる人の心当たりがなかった。そっと玄関まで様子を見に行く。ドアスコープを覗いてみると廊下には見知らぬ女性が立っていました。はい、どなたですか。ドア越しに声をかける。女性は返事をする代わりにうめき声を上げた。聞いた途端にスッと寒気が走る。その声はさっき電話で聞いたのと全く同じものだった。男性は慌てて部屋へと戻る。しかし声は部屋の中まで響いてくる。気分が悪くなってきて耳を塞いでどうにかその声をやり過ごそうとした。しばらくそのまま我慢しているうちにいつの間にか声は聞こえなくなっていました。ほっと安堵のため息をついて様子を見るために恐る玄関まで行った。
ドアスコープを覗く。あれ、ドアスコープの向こうは真っ暗だった。不思議に思っているうちにすっと明るくなって女の顔が見えた。どうやらさっきの女まだドアの向こうにいて、手か何かでドアスコープのレンズを塞いでいたらしい。女は少しの間じっとしていて、突然パカッと大きく口を開き、舌を突き出してゆっくりと近づいてくる。ドアスコープがまた真っ暗になった。どうやら女が舌をレンズに押し付けているらしい。そのままベロベロとレンズを舐め始めた。男性はあまりにも気味が悪くなってすぐに警察に連絡をした。だが警察がやってくる前に女はいなくなっていました。一体何が目的なのかわけのわからない状態でしたが、その次の日もそのまた次の日も女はやってくる。そしてドアスコープのレンズを舐める。その度に警察を呼ぶが、警察が来るまでずっとレンズを覗いていたにもかかわらず、女はいつの間にかいなくなってしまう。そのうちあれは人間ではないのかもしれないと思うようになりました。男性が引っ越しをするまで毎晩その女はやってきたということでした。Y さんという男性が体験した話です。ある時、仲間と合わせて4人、車1台に乗り合わせて旅行に行きました。昼間観光して、夕方予約していた民宿へ向かう。着いたのは田舎にある宿。普通の家を少し大きくしたような作り。引き戸を開けて声をかける。奥からニコニコと愛想のいい老夫婦が出迎えてくれました。早速2階の部屋へ案内してもらう。部屋は2つ用意してもらっていました。どちらも和室、間を襖で仕切られている。おばあさんが、じゃあごゆっくり、そう言って去っていったのを見計らって4人立ち上がり、じゃあ、やりますか。そう言って始めたのはお札探しでした。この4人、心霊スポットに行くのが何よりも好きというような人たち、宿に泊まった時には必ずお札がないかを探すのが決まりになっていた。皆思い思い、額縁の裏を見たり、押し入れを開けて天井を覗いてみたりする。隣の部屋を調べていた友人があっと声を上げた。皆一斉に彼のもとへ集まる。隣の和室、床の間の掛け軸をめくったその裏に、掛け軸から出ないギリギリの幅でびっしりとお札が貼られていました。無数のお札の隙間から見える壁の色はそこだけどす黒い。4人はお札が1枚出てくればわーわーと盛り上がれると思っていたのに、まさかこんな大量に出てくるとは思わなかったので黙ってしまった。そっと元に戻してこの部屋は使わないことにしました。晩ご飯ができたという知らせが来て、4人1階の食堂へ行く。ご飯を食べながら、あのお札のことが気になって仕方がない。とうとう友人の一人が我慢できずに、老夫婦に、すいません、部屋の掛け軸の裏のお札なんですけど。すると、二人は一瞬真顔になったが、すぐに笑顔を取り戻して、ああ、どうぞ、気になさらないでください。そう言って話は終わった。なんとなく薄気味が悪かったので、隣の部屋は使わずに、4人一部屋に窮屈に並んで眠りました。朝になり、
朝食を済ませて宿を後にする。おばあさんが一人見送ってくれました。おじいさんの方は今畑仕事に行っているということ。どうもありがとうございました。そう言って車に乗り込み発進する。すぐに友人の一人が話をし始めた。俺さ、昨日夜中に目覚ましてトイレに行ったんだけどさ、トイレは1階にある。用を済ませて部屋に戻ろうと廊下を歩いていたとき、戸が少し開いていることに気がついた。光が漏れている。見れば老夫婦が使う部屋のようだ。二人の姿は見えないが、話し声が聞こえた。その声というのが、大丈夫だろうか、あの人たち。お札を見てしまう。心配だ。そんなことをブツブツ言っていたのだという。それが気になって怖くて仕方がなかった。友人がそんな話をしているとき、道の脇からひょいっと人が飛び出してきた。それはカゴを背負ったあのおじいさんでした。車を止め窓を開けて挨拶をする。ああ、もうお帰りですか。相変わらず愛想がいい。とてもいいお宿でした。ああ、それはようございました。おじいさんはニコニコと笑いながら続ける。それじゃあ、もう二度と来ないでくださいね。ある男性が友人と二人飲んでいました。大いに盛り上がって店を出た時にはもう終電は行った後だった。それでも友人が一軒家で一人暮らしをしているというのは知っていましたから、最悪泊めてもらえばいいと考えていた。ところが店を出るなり、それじゃあ、そう言って一人帰っていこうとする。はい、ちょっと待ってくれ。俺もう終電ないんだよ。そう言ったんですが、どうも嫌な顔をして止めようとしない。何度かやりとりするうちに、いや、俺んち泊まるとさ、みんな体悪くするんだよね。だから嫌なんだよ。もしかしたら、ゴミ屋敷にでもなっているんだろうか。それでも、この冬の季節、寒空の下に放り出されて朝まで過ごした方が確実に風邪をひいてしまう。それを聞いて友人はしぶしぶ止めてくれることになった。家に向かって歩いている途中で、こんなことを言われた。泊まるのはいいけどさ、ちょっと守ってほしい約束があるんだよね。それは、真夜中、インターホンが鳴っても出ないこと、寝る前にはトイレを済ませておくこと、一度布団に入ったら朝まで部屋の外には出ないこと、そして、もし部屋をノックされても、それは自分じゃないから絶対に無視すること。なんだか妙な約束でした。話をするうちに家に着く。中に入ると、綺麗なものでした。ゴミ一つ落ちていない。一階の奥の部屋をあてがわれて、布団を敷いて、じゃあおやすみ。言うなり、友人はそそくさと自分の部屋へと戻っていった。やることがないので、寝ようと思った。トイレを済ませて部屋に戻り明かりを消して布団の中に入る。目を閉じると眠りに落ちる。どれぐらい経ったか。ピンポーン。インターホンが鳴って目を覚ます。だが、耳を澄ませても友人が応答している気配がない。そのうち、部屋のドアがコンコンと叩かれた。あいつなんか言ってたな。ドアがノックされても自分じゃないから無視すること。あいつ一人暮らし。じゃあ、今ドア叩いてるの誰だ？なんだか気味が悪くなって頭から布団をかぶる。ノックはしばらく続いて、やんだかと思うと、今度は部屋の中。ミシッ、ミシッ。誰かが床を歩く足音がする。その音はゆっくり布団に近づいてきて、そのまま頭のあたりで止まる。
一体何が入ってきたのか、体がガタガタ震えてしまう。ぎゅっと目を閉じて怖いのを我慢しているうちに、すっと布団がめくられる感覚があった。恐る恐る目を開いて顔を向ける。布団の隙間から全く知らない男がこちらを覗き込んでいた。暗闇の中、ぼんやりと青く光っている。その男は異様なほどに痩せていた。すぐに目をそらして、そのままぐーっと怖いのを我慢し続ける。朝になると、男はいつの間にか消えていた。友人の部屋を後にしてから、彼の体におかしなことが起きるようになりました。それは、痩せていくこと。みるみるうちに体が痩せ細っていく。鏡を見て気がついた。鏡に映る顔が、あの晩、友人の家で覗き込んできた男にそっくりだということに。ある若い男性が体験した話です。彼の友人にとにかく運のいい男が一人いました。ある時、その友人と二人で町に買い物に行くことになった。二人住んでいる場所は近かったので、待ち合わせは最寄りの駅ということになる。当日朝になって友人から電話がかかってきました。待ち合わせを30分ほど早くしてほしいという。別に用事はなかったので構いませんでしたが、そのまま早い時間に待ち合わせて買い物に行った。夜になって帰ってきてから知ったのですが、その日最寄り駅では事故があった。その事故が起きた時間というのが当初2人が予定していた待ち合わせの時間だった。もしそのまま早めることなく駅へ行っていたら、おそらく事故に巻き込まれて出かけることはできなかったかもしれない。また別の日、その友人と2人で昼ご飯を食べに行くことになりました。近所の商店街に新しいラーメン屋ができていた。そこに行こうかと思ったんですが、もうずらりと行列ができている。とても並ぶ気にはならない。それならいつも行っている定食屋にしようと言ったところで、友人がやっぱり並ぼう、そう言って行列の最後尾へと行ってしまう。そのまま20分ほど待たされて、ようやく店の中へ入った途端、おめでとうございますと声をかけられた。どうやらオープンして何千人目かのお客だったらしい。いろいろとサービスをしてもらうことができました。一時が万事そんな感じで、友人はとにかくいいことが起きたり悪いことを避けたりと運のいいのが続く。それも自分で運が良くなるような選択をしているようにも見える。不思議に思って尋ねてみました。すると友人は、実はな、守護霊が守ってくれてるんだよ。彼が言うには、守護霊がついていて、そいつが何か悪いことが起きたりいいことが起きそうになると耳元でささやいて教えてくれるという。その言葉に従っていれば悪いことを避けることができるし、いい選択をすることができる。いつから聞こえてきたのかは覚えていないが、これまでもずっと声の言う通りにしてきたのだという。普通なら笑い飛ばしてしまうような話なんですが、これまでの彼を知っているので納得するしかありませんでした。その彼が新しく
工場に就職することになりました。これまで彼が勤めてきた業種を考えると全く別のところ、そこでピンときました。もしかして聞こえたの？すると友人は嬉しそうに、また耳元でささやき声が聞こえた。だからきっといいことがある。そう言って笑っていました。それから1月ほど経って、友人は工場に初めて出勤する日になりました。ささやき声が聞こえたわけですから、どんないいことがあるのか、出世でもしてしまうのかとワクワクしていたそうです。その初出勤の日、工場の中で使われていたワイヤーがちぎれる事故がありました。ちぎれたワイヤーは勢いよく飛んで、飛んだ先に友人が立っていた。ワイヤーは友人の首に当たって頸動脈を切断し、出血多量で友人はその日のうちに亡くなってしまった。一人暮らしをしている若い男性が引っ越しをすることになりました。彼がもともと住んでいたのはアパートのワンルーム。玄関のドアを開けると狭い部屋が一目で全て見渡せてしまう。それがとにかく嫌だった。コツコツとお金を貯めてどうにかまとまった金額ができたので、それで新しい部屋を借り、引っ越しの業者にも依頼をすることができました。その新しい部屋というのはアパートの 1K でした。玄関のドアを開けると廊下が続いていて、その横にキッチンとお風呂にトイレ、廊下の突き当たりドアを開けると部屋になっているというもの。広さで言えばそれほど変わりはしませんでしたが、それでもキッチンのコンロは2口あるし、お風呂とトイレは別々。部屋には押し入れもついていて収納も抜群でした。最寄りの駅までは少し歩かなければいけませんでしたが、それを差し引いても手頃な家賃で、すぐに気に入って即決した部屋でした。引っ越しの当日、やってきた業者がテキパキと荷物をまとめて運んでくれる。友人が一人手伝いに来てくれて、おかげでスムーズに移動することができました。業者が帰った後、友人が部屋の中を一通り見て回って、前の家と比べて随分良くなったと褒めてくれました。それから2人は当面生活に必要なものを段ボールから出すことにしました。作業をしているうちに友人が、でもさ、引っ越しって住んでみないと分かんないことも結構あるんだろう？そう話しかけてきた。確かに、実は隣の家がものすごい騒音を出す人だったとか、怖い人だったなんていうのはざらに聞く話。それでも気に入っている部屋ですから、多少のことなら我慢しようと思っていました。それに何よりお金を全部使ってしまったので、問題が起きたとしてもすぐに引っ越すことはできない。そう答えると友人は、そうかそうか、そういうことならちょっとぐらい怖くても大丈夫だよな。一体友人が何の話をしているのか分かりませんでした。すると友人がスーッと押し入れを指さして、俺もさっき気がついたんだけどな、ほら。指さされた先、押し入れの襖がいつの間にか少しだけ開いていて、その暗い隙間から小さな子供の手がゆっくりと手招きをしていた。その当時、K さんは彼女と一緒に廃墟を探すことが多かったそうです。まだ学生だった彼は、ガールフレンドをラブホテルに連れて行くためのお金なんてない。そこで考えたのが、
廃墟に勝手に忍び込むことでした。彼が住んでいた町にはもう誰も住んでいないマンション、廃マンションや廃アパートがたくさんありました。その日も廃墟を探しながら駅からずいぶん歩いて大きな道路沿いに廃マンションを見つけた。季節は冬の午後6時。あたりはもうずいぶん暗くなっている。K さんたちは柵を乗り越えて建物に入り、階段からフロアを渡り歩いてドアのノブを回していく。鍵のかかっていない入れる部屋を探していきました。やっと見つけたその部屋は4階で、誰かがさっきまでいたように綺麗だった。もちろん電気は来ていないんですが、ベランダから裏のマンションの光が差し込んでいて、中は十分に明るいし、ゴミ一つ落ちていない。彼らは早速座り込んでイチャイチャし始めた。しばらく楽しく喋っていると、かすかに息を押し殺すような笑い声がどこかから聞こえてくる。もしかして誰かおるんちゃう？彼女が顔色を変える。かすかな笑い声がするのはすぐ目の前の押し入れからでした。彼らが部屋に入り座り込んで30分ほど経っている。つまり隠れているものは K さんたちをずっと覗いていたということになる。気の短い K さんは怒って立ち上がり、ぶん殴ってやる。押し入れに近づいていく。それに気づいたのだろう。声はピタリと止んで、じっと息を潜めているようでした。彼は拳を握りしめて、おいと怒鳴ると、押し入れの戸を勢いよく開けた。中には誰もいない。その代わりに小さな日本人形がずらっと何十体も並んでいた。K さんはそれを見て凍りついた。彼女も後ろから押し入れを見ていたようで、えっと小さな声を出す。ずらっと並んだ人形のその一つ、赤い着物を着た女の子がピクリと動いて、ゆっくりと傾いていく。あと少しで倒れるというところで、その首がボトリと下に落ちた。その瞬間、すべての人形の首がぐるりと回ってこちらを向く。後ろで見ていた彼女が悲鳴を上げる。その悲鳴を合図に二人は玄関の方へと走り出す。部屋を飛び出し、戸は開けたまま、その後ろから、それ以来、K さんたちは廃墟に行くことはなかったということです。怪談者は CS の怪談のしー花聞かせてよという番組に出演させていただいております。お寺のお堂に集まって怪談話を楽しむという内容。以前その番組の企画で心霊スポットへロケに行くことがありました。夜の心霊スポットに行ってアシスタントの女の子を一人残して怪談の朗読をさせるというものでした。ロケの当日、車に乗り込んで向かったのは千葉県。着いた頃にはすっかり夜になっていました。そこから暗い心霊スポットを何か所か回っていく。順調にロケが進み、ここが最後ですと連れてこられたのは廃墟のラブホテルでした。時間はもうすぐ夜が明けようかという頃。道路からは木がうっそうと生い茂っていて建物の様子はわからない。なんでも実際に人が亡くなる悲しい事件があった場所だという。藪をかき分け進んでいく。しばらくして道が開け、目の前に2階建ての建物が現れた。横に長く続いてかなり大きい。壁はボロボロ、窓は壊れていて、至るところに落書きがしてある。
外はまだかろうじて街灯の明かりが届いていましたが、建物の中に入ると完全に真っ暗。懐中電灯を頼りに進んでいくうち、2階の一室に壁紙が真っ赤なところを見つけました。備品は倒れたりしていましたが、わりかしきれい。ここで階段の朗読を取ることにした。震えそうになるのを必死でこらえながら順調に読み進めていく。ところが、その女の子突然叫び声を上げて立ち上がった。そこからギャーギャーと騒ぎ出す。外で待機していたスタッフが一体何事かと部屋へ飛び込んだ。女の子が言うには、窓の外から叫び声が聞こえてきたのだという。しかし、スタッフは誰一人そんな声は聞いていなかった。怯えた様子のアシスタントの女の子、これ以上は続けられそうにない。とにかく階段の朗読をしたことは間違いないのですから、ノルマは達成。その場所でのロケは終え、皆無事に帰ることができた。そのロケに怪談者実はビデオカメラを1台持ち込んでいました。というのも怪談者映像の取り扱いもしておりますから、せっかくの心霊スポット、いい素材が撮れるのではないかと思っていた。あのアシスタントの女の子の体験もありましたから、もしかしたら不思議なものが映り込んでいるかもしれない。怪談者の事務所に戻ってからすぐにスタッフに映像の確認をお願いしました。しばらくして、ちょっといいですか？映像を見ていたスタッフが声をかけてくる。これ、神間さんが撮ったやつなんですけどね。そう言ってパソコンの画面に映像を映し出した。それは、最後に言った廃墟のラブホテルの外観でした。撮っていたのは私ですから、その画面を見て、ああ、アシスタントの女の子が、あの赤い壁紙の部屋で朗読をしている頃だとわかる。その時私は撮影の邪魔にならないように、他のスタッフと2人、ホテルのすぐ外で待機していました。映り込んではいけませんから、懐中電灯はすべて消して、喋る時もひそひそ声。朗読が終わるのを待っている間、カメラをナイトビジョンという暗くても撮影できるモードにして建物の外観を映していた。なんか映ってくれたらいいんですけど、ナイトショット怖すぎるやろ。使いますか？これ使いますか？何か映ってたら貸してください。わかりました。そんな会話をした直後のことでした。突然画面の上からぬーっと真っ黒い影が降りてきた。人の手が見える。つまり現れたのは人影。その人の影は画面を覆い尽くすようにして、そのまま横に移動して見えなくなった。時間にして1秒か2秒の短い間。だが現場にいる私も隣にいたスタッフもその影のことには全く気がついていない。使いますか？なんか映ってたら貸してください。使いますか？なんか映ってたら貸してください。本番の撮影中、明かりはすべて消していた。それに自分たちのすぐ後ろはやぶ。誰かが通れば音で気がつくはず。光も人もいないにもかかわらず、画面にははっきりと影が映り込んでいる。さらに気味が悪かったのは、使いますか？何か映っていたら貸してください。その会話を終えたすぐ後に現れていること。このタイミングはたまたまだったんでしょうか。後になって
その廃墟のことを調べてみましたが、影が現れるという噂を見つけることはできませんでした。